痛みは売れる時代になった。身体の苦痛をデータ変換し、ペインマーケットで取引できる、そんな社会が当たり前になってもう10年が過ぎていた。データアナリストの朝倉理香28歳。今朝も夕べ売り払ったはずの痛みが戻っていた。またか。売却完了の通知は届いている。それなのにゆうべちゃんと打ったはずだ。なんで同じ場所が痛いんだ。職場のシステムで自分の痛みデータを追ってみると、異常なアラートが浮かび上がった。リセルルーク、こんな異常見たことない。データを遡ると起点が見えた。6年前、そこから全てが始まっていた。元データ ID007319OU、 これは誰だ。旧データベースにたどり着いた理香は、その名前の横に死亡記録抹消のスタンプを見た。塩見公、億年前に死亡記録抹消済み。死んだはずの人間のデータが今も動いている。理香は非公式の情報屋に連絡を入れた。死んだはずの人間のデータが今でも私の中で生きてる。仲立ちブローカーの早見寺、妖怪で鼻の知れた男だ。朝倉さん、いらっしゃい。どのようなご用件でしょうか。理香は単刀直入に切り込んだ。しかし帰ってきたのは微笑みの仮面だった。007319OU、 この ID について教えてもらいたい。6年前に完全消去済みです。それ以上のデータはございません。書類がテーブルを滑る。その動作の中に静かな脅しが込められていた。朝倉さん、その痛みはもう売れませんよ。登録抹消の手続きをお勧めします。理香は書類を突き返した。その目に迷いはなかった。抹消じゃない、元の持ち主を返してもらいたい。その瞬間、ジンの仮面が剥がれた。その人物は生きています。ジンは一枚のメモを残した。はい、そう、この住所、そこに答えがあると言った。生きてる、本当に。ガラスに映った自分の顔が他人のように見えた。なんで私がこの痛みを持ってるんだ。錆の匂い。古い倉庫の扉の前で理香の手が一瞬止まった。暗闇の中に男がいた。6年前に死んだはずの男が。降ると思ってた。コウはゆっくりと袖をまくり、古い傷跡を晒した。俺はあの痛みを手放したかっただけだ。コウの声は途切れ途切れだったが、その言葉一つ一つに6年分の重さがあった。ジンが言った。死んだことにすれば痛みを全部永遠に切り離せるって。6年前、病院の白い部屋でコウは悪魔と握手した。痛みが消えれば何でもよかった。コウの話がつながった瞬間、理香の胸がまたうずいた。じゃあ私に流れてきたのはあなたの痛みで。コウは理香をまっすぐ見た。その目には不快罪悪感がにじんでいた。ジンは俺の痛みを細切れにして複数人に転売した。あなたはその受け手の一人だ。抑えていた怒りがついに溢れた。なんで何度追っても戻ってくるんだ。どういう仕組みだ。コウの言葉が仕掛けの全体像を暴いた。ジンが細工した永久ループ契約だ。売るたびにジンの口座に手数料が入る。当局への回線はすでに塞がれていた。アクセスブロック、ジンにやられた。告発するには証拠がいる。そして証人が。ジンを告発するには取引ログがいる。あなたが証人になれる？沈黙が倉庫に満ちた。コウの答えは残酷なほど明快だった。俺は存在ごと消えてる。上限は向こうだ。エラーの隙間に別の光が見えた。副次接続、早見陣所有端末。これは点と点がつながった。ジンもまたこの取引の被害者だったのか。ジン自身の端末を経由している。あいつも誰かの痛みを流してた。コウは記憶をたどるように目を伏せた。ジンは最初俺に客として近づいてきた。あいつ自身も誰かの痛みから逃げてたんだ。イカの指が止まった。この名前見たことがある。
画面に映ったその名前をリカはしばらく信じることができなかった。朝倉マナ喪失2終身売却。リカの手から力が抜けた。マナなんで妹が。コウには何も言えなかった。その顔を見ただけで全てを察した。知ってる名前か。2年前事故の後、マナはずっと笑わなくなった。それでもリカは気づかなかった。マナは一人で抱えていた。痛みも孤独も姉への言葉も。マナ恥この後ずっと痛みを抱えてた。いつの間に売却なんか。悲しみは瞬時に怒りへと変換された。ジンのところへ戻る。今度こそ証拠を引っ張り出す。一人で行くな。6年間暗闇に隠れ続けてきた男が初めて立ち上がった。俺の証言が必要なら、今夜限りなら出られる。何も言わなかった。それでも2人の足は同じ方向へ向いていた。ジンの事務所に再びリカの足音が響いた。ずいぶん早い出直しですね。リカは証拠を突きつけた。もう逃げ場はない。朝倉マナとの取引ログ全部抜いた。なぜ妹の痛みを私に流した？笑みが消えた。その奥にあったのは空虚な告白だった。妹さんに頼まれたんですよ。リカは言葉を失った。頼まれた。マナはジンにそう頼んでいた。姉に気づいてほしい。でも直接は言えない。だから痛みを渡してほしい。妹さんの言葉です。痛みはずっと叫びだった。あいつは私に気づいてほしかっただけだったのか。それでもリカは崩れなかった。ループ契約配報だ。取引記録を全部当局に提出する。モニターに警告が走った。ジンの笑みが二度と戻らなかった。待ってください。これは話し合いで。痛みはまだそこにあった。でもリカは初めてその痛みを抱きしめたいと思った。マナ。痛みは消えなかった。でも私はもうこれを売ろうとは思わなかった。面白かったらチャンネル登録お願いします。